我はお絵かき魔王ディープブリザードである。みな、こんにちブリザードであるぞ。本日は YouTube ショートで投稿して以来、非常に公開を待ち望んでいる方が多かったカラフルペンを公開しようと思うのである。カラフルペンとは何かと思っている方もいるかもしれないので、簡単にお話ししようと思うのである。今画面に映っているイラストの通り、1ストロークごとにランダムに色が変わる虹色のペンなのである。これを IBIS ペイント、プロクリエイト、そしてクリップスタジオペイント3つのアプリで無料公開をしようと思っておるのであるぞ。もちろんただブラシを公開するだけではなく、各アプリでの使い方や実際に使った時にどう使うと綺麗に使うことができるのかというところについても詳しく紹介していこうと思うのであるぞ。またこのチャンネルでは様々なブラシの公開やおすすめ素材の紹介などをしておるので、興味のある方はチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。ではまず先に公開が済んでいる IBIS ペイントで作成をしたカラフルペンシリーズを紹介しようと思うのであるぞ。IBIS ペイントで作成したカラフルペンは4種類。まずは G ペンカラフルである。こちらはデフォルトで入っている G ペンハードをカスタムしたブラシである。実際に使ってみると、このようにストロークごとにランダムで色が変わるというブラシになっているのである。癖がなく使いやすいブラシだと思うのであるぞ。続いて魔王鉛筆 IP カラフルである。こちらもパッと見は G ペンカラフルと同じようにストロークごとに色が変わるブラシであるが、拡大するとこのようにアナログっぽいテクスチャーが入っているので、線を引くとデジタルなんだけれどもどこかアナログな雰囲気を感じることができるブラシなのであるぞ。次に紹介するのが魔王厚塗りカラフルである。これも基本的には同じ仕様でストロークごとにランダムに色が変わるブラシであるが、特徴的なのはこうやって重ねながら描くと下の色をちょっと引っ張りながら色を塗ることができるので、よりランダムなカラーグラデーションを楽しむことができるのであるぞ。そして最後に魔王厚塗りソフトカラフルである。これももう基本的には先ほどの厚塗りと同じ仕様ではあるが、より柔らかいテクスチャになっているので、色のグラデーションを作った時の柔らかさ、滑らかさがまた違った表現ができるのである。以上、こちらの4種類は今画面に見えている QR コードをスクリーンショットを撮ってダウンロードをするか、動画の概要欄にあるリンクをチェックし、そこからダウンロードすることで IBIS ペイントでこのブラシを使うことができるのであるぞ。次にプロクリエイトで配布をするカラフルペンシリーズを紹介しようと思うのであるぞ。一つ目が魔王鉛筆カラフルである。こちら元はプロクリエイト用に無料で配布している魔王鉛筆 PC をカスタムしたものである。IBIS ペイントの時と同じようにストロークごとに色がランダムで変わるというブラシである。こちらもテクスチャーが効いていてアナログ味のある絵を描くことができるのであるぞ。二つ目は魔王厚塗り PC カラフルである。これも以前から配布している魔王厚塗りブラシプロクリエイト版のカラフルバージョンである。このように同じようにストロークごとに色がランダムで変わるのであるぞ。そして魔王厚塗り PC ソフトカラフルである。これもこれまでのシリーズと同じ魔王厚塗りブラシのシリーズではあるが、ソフトになったことでより柔らかい色味になっているので、魔王厚塗りブラシと比べると柔らかい表現になっているのがわかるであろうか。より塗りをぼかして馴染ませたいという方はこちらのソフトバージョンを使ってみてほしいのであるぞ。これらのブラシは動画の概要欄にあるリンクからダウンロードすることができるのであるぞ。では次にクリップスタジオペイントで配布をするカラフルペンシリーズを紹介しようと思うのであるぞ。まずは魔王鉛筆カラフルクリップスタジオペイント版である。これまでの IBIS ペイントやプロクリエイト版と同じようにストロークごとに色が変わるというブラシになっておるのである。魔王鉛筆をそのままカスタムして作っているので、非常にアナログ味のあるテクスチャーで絵を描くことができるのであるぞ。次に魔王厚塗りカラフルである。大人気の魔王厚塗りブラシの
カラフル版でこちらこんな感じで色を結構引っ張って混ぜてくれるので、本当に綺麗なグラデーションや思いもよらない色の混ざり方をし、楽しくお絵かきをすることができると思うのであるぞ。そして魔王厚塗りソフトカラフルである。これも基本的には魔王厚塗りブラシと同じ使い心地なのではあるが、テクスチャーがより柔らかくソフトな表現になっているので、色が混ざったり引っ張り合うレベルが絶妙で、ランダムに描いた上からスッと重ねるだけで非常に滑らかなグラデーションを作ることができるようになるのである。これら3種類のブラシはクリップスタジオアセッツにて無料で公開をしているので、動画の概要欄からチェックしてほしいのであるぞ。では実際にイラストを描く前に、このカラフルペンシリーズを使うときに、いい感じに描ける方法っていうのを少し解説していこうと思うのである。現在今選んでいる色が、彩度も明度も高い、非常に派手な原色に近い色を選んでいる状態である。この状態でこうやって描いていくと、非常にカラフルな線が引けるのではあるが、カラフルすぎて結構色の印象がきつくなって、ちょっとこう絵がきつく見えてしまうのである。だけれども鮮やかでカラフルな印象にしたい魔王の絵はどうやってそのカラフルさを出しているのであろうというのであれば、実はこのサイドをこのぐらい4分の1ぐらい下げておくと、カラフルなんだけどどぎつくない色というのを作り出すことができて、原色バリバリの時よりも馴染むんだけれども鮮やかな色、ビビッドカラーではなくブライトカラーという色味になることで、色塗りをしても違和感がなく、でもカラフルな印象を強く残すことができるという状態になっているのである。なのでこのカラフルペンで鮮やかに描きたいけれどもどぎつい印象にしたくないという方は、この彩度明度が高いビビッドな状態から彩度をだいたい4分の1か3分の1ぐらい下げてあげると、いい感じにカラフルかつ鮮やかな印象を残して、きつい印象も下げることができるのであるぞ。では実際にこのキャラクターの線画を用いてカラフルペンシリーズでキャラクターを描いていく工程を見せていこうと思うのであるぞ。今回クリスタバージョンでやっておるが、アイビスやプロクリでも使えるようになっておるのであるぞ。じゃあまずはカラフルペンで描いていくのである。描き方などはいつも通り、我はこうやって短いストロークを重ねてまつげの束感を出していくんだけれども、これがこうやってカラフルペンになることで1ストロークごとの色の面白さがより追加されて面白く見えると思うのである。こんな感じで片目が描けたのである。同じように反対側の目も描いていこう。こんな感じで目の部分が描けたので、ちょっと今回は色塗りも全部カラフルペンで行うので、ちょっと目の際の濃い部分は先にちょっとだけ塗っておく。色が重なることで自分が1ストロークでどのぐらい線を引いているのかっていうのが分かるっていうのが結構面白いんだよね。これ結構 YouTube ショートで最初動画を出した時にコメントでもらって、ああなるほど、そういうのを見ると面白いと感じるかと思って。これでまずキャラクターの線画部分が塗れたのである。こういった単色で塗っている状態の下書きから、こんな風にカラフルな色で塗ったことで、線画だけでキラキラワクワクとした印象になったのが分かったであろうか。この状態でちょっとキャラクターにも色を塗ってみようと思うのである。一旦こんな感じでキャラクターの色を塗る部分にだけ白色を置いている状態で、魔王ペンカラフルを使って少しちょっと淡めの色にして、ザクザクとちょっと色を置いていこう。で、この時に
先ほどこのカラフルペンで塗った線画のレイヤーの合成モードを上座にしておくと線画と塗りが馴染むのであるぞ。でこの時は割と色のグラデーションとかストロークごとに出てくる色の混ざりとかを楽しみながら、面白いなと思った色の混ざりを引っ張ったり伸ばしたりしながら塗ってみると良いである。である程度塗りがムラになっていても全然大丈夫なので、後からブラシで調整したり書き込んだりするとよりいい感じにできると思うので、これで今キャラクターの陰影が大まかに塗れたので、ここで新しいレイヤーを上山で用意して、この陰影の縁をまたちょっと淡い色でちょっと境界線をなぞっていくっていう行為をしていこうと思うのである。わかるかな？こんな感じで境界線をなぞるとまたカラフルな縁ができて、より絵の印象をぐっと強めてくれるのである。もちろんこれはしなくても良い作業ではあるんだけれども、こうするとこのカラフルで描いたことがより色が重なって独特の深みのある印象にすることができるのであるよ。こんな感じで縁がつくことでより色味の複雑さが強調されたのが分かったであろうか。かといって均一な色ではないランダムなまた色で縁がついていることで、この絵の面白さは損なわれていないのである。これでキャラクターが塗れたので、最後はちょっと大きめのブラシサイズでこれでカラフルペンを使った色塗りの完成である。カラフルペンシリーズで描くだけでこのように鮮やかでポップな印象の絵が簡単に描けるというのが分かってもらえたであろうか。というわけでいかがだったであろうか。カラフルペンなんだか自分に合うのかな、使えるのかなと思う方もいるかもしれないが、使ってみると意外と誰でも面白楽しく描けるブラシだということがきっと分かってもらえたと思うのである。もちろん無料で使うことができるので、お気軽にダウンロード、インストールをしていただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。